こんにちは。暑くてもうちょっと今ちゃんやめて。今ちゃんです。もう暑くてね、何もできないので、珍しく母屋の方からちょっと詰めとかないよ、ヨナさん。なんでこっち見ながら壁で詰めとくの。暑いですね。今日はね、さっき気温見たら31度ありましたね。なんか風もなくてね、日差しが強くて暑いんですよ。こういう時はもう外に出ると危ないんでね。なんか常に水をね、別に喉乾いたなって思わなくても、もうねずっと常にいつでも飲めるように水を置いといて、なんかねちびちび飲んでないとね危ないですよね。で、今大汗かきながらサックスの練習はやって、でね、だいたい夜中はねスケッチをやっていて、またお見せしますね。新しく描いたやつ。どこまでお見せしたっけ。この100均のペンで描いたのはお見せして、これはお見せしたっけ。これもチューリッヒセントペーターが見える端からの、これはグレーのコピックで塗ったやつですね。この線は万年筆です。でこれがね、これはうちの庭の赤い巣箱ですね。ヒノキの木にかけてあるやつで、こうシジュウカラが止まってるところ、これは万年筆で線を描いて、色はね、水彩色鉛筆っていうんですかね。だいぶ昔に、もう10年以上前にやってみたくて買ったんですけども、いまいちなんか使い方が難しいなと思ってあんまり使ってなかったんですけど、あれどこ行った。まあいいや。なんかね、色鉛筆で最初鉛筆画みたいに塗って、それをね水をつけた筆でね溶かしていくと、こういう水彩絵の具みたいな感じになるんです。で、これならなんか気軽に水彩っぽさが出せるなと思って、でこれは例のこの間空き缶で屋根を拭いたグリーンのバードハウスですね。にシジュウカラが、これは線をミリペンという、なんだっけ、漫画ペンだ。こういう先がすごく細いペンで線を描いて、これもグレーのコピックだけで塗りました。なんかいろいろね、こういう描き方を試してるんですよ。描き方とか塗り方を。ちょっとこれはなんかちょっと漫画っぽくなっちゃったかな。でこれがね、昨日の夜中描いたばっかりの、これはベネツィアですね。これはベネツィアはね、僕行ったことないんですよ。イタリア行ったことないんですけども、
今一番行ってみたいところなんですよ。こういう街並みが綺麗だし、建物もね。で、僕はワインとかチーズとか生ハム大好きなので、とにかくね、やっぱりイタリアは料理が美味しいので行ってみたいんですよ。もうぜひ行きたい。そんなもんか。これも今のミリペンで書いて、水彩色鉛筆で塗りました。なんかね、最初建物を塗ってたら思ったよりなんか赤っぽくなっちゃって、もっとオレンジ黄色っぽい色で壁を塗りたかったんですけども、なんか塗ってみたらちょっとピンクがかった色になっちゃったので、だったら空もちょっとピンクな感じに、ちょっと明け方とか夕暮れの感じにすればそれが反射してる感じになるかなと思って、なんかね、なんとなくこれはね上手に塗れたなと思います。だんだんなんかこの色鉛筆の使い方が分かってきました。で、今こうやって線画で色鉛筆で、今この手法はなかなかいいかなと思っていて、そろそろねうちの僕の庭とかこの辺の阿蘇山周辺の景色のいいところをスケッチというか、もうちゃんと絵画として描いていってみようかなと思うんですけども、もうちょっとねこういう感じで描き方の練習を試してみたい手法があって、ちょっとねいよいよ透明水彩で風景を描いてみようかなと思っていて、ちょっともう今暑くて外で動いたら死んじゃうので、そういう絵画をやってみます。これなかなか気に入ってます。いいでしょう。自画自賛とはまさにこのことですね。なんかね YouTube でいろいろそういう絵画のチャンネルを見てね、いろいろ今勉強してるところです。なんか小学校の頃に授業で習った時の図画工作とかそういうそれでね絵の具とか使ってましたけど、全然違うんですね、使い方。で今週は今日月曜日ですよね。今週はこの間もらってきたドラム缶に天板をつけてテーブルにするくらいかな。明日はちょっと曇りで、明後日から雨が降るような予報なので、とりあえず明日その、板はそうだ、パレットをまたばらさなきゃいけないな。早起きして涼しいうちにやろうかな。僕が夜中なんかこういうことばっかりやってるから朝起きれないんですよね。とりあえず、テーブルを作って、なんかコメントでドラム缶の側面にこう切り込みを入れて、このヒンジを蝶つがいをつけて開閉できるようにして、中をストレージにして上をテーブルとして使うのはどうっていう提案がありましたけど、そのうちやるかもしれないです。あれね、中結構空洞は利用しない手はないですもんね。鉄を切るのはちょっと今やる気が起こらないのでそのうちなんか気が向いたら
やることにします。じゃあちょっとヤナちゃんよいしょ。いつもねあんまり登場しないので、ほらヤナちゃんレアキャラとしてよくお顔を見せといて。この子はね一番わがままなんですけど、性格はもう一番自分が中心にいないとへそを曲げるんですよ。で性格としては銀が一番ね飼いやすいですね。今までの猫で一番飼いやすいかも。銀はとても優秀な猫です。全然ヨナにね餌を横取りされても怒んないし爪も切らせてくれるし。ヨナがいいところは見た目が可愛いとことあとなんだろう、毛が抜けないんですよこの子。あんまりもう寒毛期になるとヨナとかランプはもうめちゃくちゃ毛が抜けて部屋中毛だらけになっちゃうんですけど、この子はねほんと抜け毛が少なくて、それは猫としては抜け毛が少ない猫ってすごくいいですよねまあいいや。久しぶりにちょっとヨナを皆さんにお披露目できたからよかったかな。では今週もよろしくお願いします。